今日は APFG 製のガスブローバックガン MCX ラットラーのレビューです。今回もこちらで購入しました。私は海外で実銃を撃ったり銃の勉強をしたりエアガンのパーツの設計をしたりしているので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。まず最初にこの製品の特徴と欠点についてです。この製品の特徴は MCX のコンパクトモデルを再現しているところです。他でも2社ほど出していたと思いますが、その価格の半分くらいの価格で買うことができます。他社は MWS ベース、こちらは VFC ベースになっています。VFC が作っているとも言われています。ストックとサプレッサーが標準装備です。私はオクタゴンエアソフトさんから購入したので刻印付きになります。ロアレシーバーは VFC の AR15 系と組み合わせが可能とのことです。また近いうちオクタゴンエアソフトさんの方でフルサイズの MCX を出すとのことです。N パスがついているのでリコイルと初速の割合の調整が可能です。少しいじればGHK の CO2 マガジンも使うことができます。ロアレシーバーのここの部分を削ると他の VFC マガジンも GHK マガジンもかなり入りやすくなります。銃口側のロアレシーバーの中が R がかかっているので2つの面と同じ直角に削るとVFC の今までのマガジンGHK の CO2 マガジンが付けられます。ストックは 20mm 式のものでしたらいろいろなものに変更ができます。QD スリングが取り付け可能です。ホールが6箇所もあります。GHK の CO2 マガジンを使うときはバルブの叩く部分の長さが違うので購入したセットのものに交換が必要です。弾道についてはホップが強いものの弾道はいいです。MPX に比べて動きもいいです。また付属のサプレッサーには ASTEC の AT2000 が入れられるので適当なスペーサーがあればトレーサー化も容易です。続いてこの製品の欠点についてです。VFC のマガジンが入りにくいことがあるそうです。個体によって入ったり入らなかったりすることがあるみたいです。これは先ほど伝えた削り加工をするとつけられます。グリップも実物のラットラーと違うそうです。注入バルブが海外規格なので交換するとガスがたくさん入り動作がより安定します。ホップが強いため 0.2g でホップ最弱だと30メートルあたりから少し浮いてしまいます。パッキンの交換かアームを削ると良くなると思います。サプレッサーの取り付けは最初は少し硬いです。1回着脱すると容易になります。最初に持ってみた感想はかなり剛性がありがっちりしています。大きさの割には少し重たく感じます。メーカーは APFG 台湾製です。購入価格は約7万円。全長は約 400mm から 740mm。本体重量は約 2800g。マガジンの重量は約 380g。装弾数は30発。動力ソースはフロンガス。本体は主にアルミでできています。実銃の場合、製造は主にアメリカ。価格は日本円でおおむね30万円くらいです。全長と重さはだいたい同じくらいです。装弾数はマガジンにもよりますが30発。弾薬はモデルにもよりますが300と556です。続いて付属品の説明になります。箱の中にはローダー、QD スリングのアタッチメント、取扱説明書が一緒に入っています。続いて外見の説明になります。トリガー、グリップ、セレクター、ハンドガード、バレル、インナーバレル、ハイダー、サプレッサー、刻印、レール、マガジン、ストック、アクセサリー着脱可能かについてはハイダーはレンチで力を入れると外せます。あとは 14mm 逆ネジと 20mm レール、M ロックがあります。続いて簡易分解についてです。簡易分解をするときはまずマガジンを抜いておきます。私は今ストックを畳んでいるのでストックを開きます。OK、はい、ストックを伸ばしました。そしたら
ここにあるピンを抜きます。最初はピンがちょっと硬いのでポンチとハンマーなどでやると簡単に押せます。である程度出てきたらピンを抜けるとこまで抜きます。これで簡易分解完了できます。でこれより開けたい方はこっちのピンも抜けば完全に分離することができます。本体の金属パーツは主にレシーバー、ハイダー、バレルあたりが金属でできています。続いてサイトの調整についてですが、サイトは付属していません。続いてマガジンの着脱はこのようにできます。マガジンキャッチボタンは暗尾になっているので両側にあります。続いてローディングの仕方はこんな感じです。続いてガスはこのように入れます。続いてボルトについてです。チャージングハンドルはここにあります。クローズドボルトでボルトリリースは2パターンあります。1つ目がチャージングハンドルを引くこと。2つ目がボルトリリースボタンを押すことによって解除できます。ここがボルトリリースボタンになります。セレクターポジションはこんな感じになっています。続いてトリガープルについてです。このタイミングでハンマーダウンします。トリガープルはかなりキレがよく、ハンマースプリングのレートが強いのか実銃のようなフィーリングだと思います。続いてロードはこのようにできます。続いてホップアップの調整についてです。ホップアップの調整をするときはサプレッサーをまず外しておきます。5ミリの六角レンチを使いガスブロックのあたりを回します。ここですね。ガスレギュレーターのプラスマイナスの方向に回すとその記号の通りに調整できます。説明書は間違っていました。これでホップアップの調整が完了です。それでは実際に打ってみようと思います。実際に打ってみた感想は MPX よりは弾道は安定していました。リコイルも強い方だと思います。で音もすごくいいので打っていて楽しいです。続いて初速の計測をします。今回使用する弾は 6mm の 0.2g です。10発計測します。音の騒音レベルも一緒に測っていきます。
この製品をおすすめできるのは、リアルサイズでハンドガードの互換性があるラットラーが欲しい人、VFC ベースのラットラーが欲しい人にはおすすめです。この製品がおすすめできない人は、動作が MWS ベースより悪い時があるので、動きを求める方は、ちょっと高くなりますが、他社製を買った方がいいと思います。以上 APFG 製のガスブローバックガン MCX ラットラーのレビューでした。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。